島は使い一多文化の風が流れる街。廿日市。はい、始まりました。この番組は日本一の移民の街から日本一の共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。お相手はエイジアンの栗林克之と、私多言語相談員ハグマです。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんにちは。カラフルタウン廿日市、今回で51回目の放送となりました。すごいですね。たくさん長く続いております。はい、この後前半ですね、16時30分までは廿日市国際交流協会のコーナーと、その後後半はエイジアンのコーナーでお送りいたします。共通テーマはですね、多文化共生です。それで今回のスタジオゲストは、木本泉さんにお越しいただいている、あと、尾本克明さん、前回に引き続いてですね、また来ていただきありがとうございます。ありがとうございました。それではお二人からですね、軽く自己紹介お願いします。木本さん。はい、木本泉と申します。よろしくお願いします。私はもともとジャズシンガーなんですけれども、日本の精神文化の雅楽と融合をしております、木本泉大和というグループを作っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、引き続きまして尾本克明と言います。古くからも木本泉さんの音楽をですね、とても愛してて、で、今回ですね、被爆80年、をですね折にですね、彼女の曲を、プロモーションしてます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、後半にですね、しっかりですねお話を伺いたいと思います。はい、ですね、それではですね、まず一つ目はですね、国際交流協会廿日市のコーナーに行きたいと思います。廿日市国際交流協会廿日市全日アソシエーション。はい、というわけで、国際交流協会廿日市インターナショナルアソシエーションのコーナーに行きたいと思います。こちらには2つのコーナーがありまして、1つが多文化共生コーナーです。多文化共生や在住外国人に関わる気になった記事などを紹介いたします。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムということで、廿日市国際交流協会の月間開放誌ブロッサムから特集記事やイベント情報などをお伝えいたします。エンディングにはですね、廿日市の曲を、書きたいと思っております。はい、皆様廿日市ブロッサム、いろんな廿日市の、市民センターなどにありますのでですね、ぜひですね、見ていただいたらと思います。それではですね、まず一つ目のコーナーですね、多文化共生なんですが、まず私が作った多文化共生の曲をですね、また聴いていただければと思います。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。文化共生、それは国籍や民族、言語、宗教、生活習慣、異なる文化的背景を持つ人々が互いの違いを尊重し合い、平等な立場で地域社会の一員として共に暮らし、協力しながら豊かな社会を築いてゆくこと。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。
はい、ありがとうございます。オリジナルソング多文化共生マルチカルチャリズムを聞いてもらいました。いかがでしょうか。はい。プロに聞いてもらってます。どういかがでしょうか。いやプロの私ちょっとびっくりしてるんですけど、本当にAI だけで作れるんですかね。はい、はい、AI が歌ってまして、はいこれもですね多文化共生の国が作った、定義っていうのがありまして、うんその文章を最初読んでたんですね私、はいずっと読んでもねなんか伝わりにくいし、こっちも読んでるの疲れてくるので、そうでじしょうねゃあもう AI で曲で歌ってもらおうっていう風な感じで、グッドアイディアですね。うんやっぱりですねシンガーの方もご存知のようにやっぱり曲の方が伝わるっていう、そうですね。メロディーがこう乗っかった方が、そうですね、はいおじさんが口うるさく何回も何回も多文化共生そりゃそうです多文化共生仲良くっていうよりかなんか平和の歌とか共生の歌っていうですね、で今もですね多文化共生、それはですね違いを壁でなくですね、豊かさとして捉える社会っていうのここの部分ですね、キーワードですよですねよね。はい。だからそのマイナスとかねじゃなくてもうプラスとして楽しもうっていう、はい、考えですごくそういう子で私も好きな曲素敵です。ます。はい。またですね他にもオリジナルの曲をどんどん紹介していきたいと思うんですが、それではですねまずですね記事をですね、少し紹介していきたいと思います。まず中国新聞のですね7月9日の孤立どう防ぐという、はい、栗林さんもこの記事何度も見られたかと思います。はい、栗林さんの言葉も出てきますのでちょっと読んでいきたいと思います。はい、中国新聞7月9日孤立どう防ぐ支援課題ということで、地方では危機感、人口減少で労働力不足が深刻化する中、介護、建設、製造、飲食などさまざまな職種で外国人のニーズは高まる。国は27年に育成就労の新制度を設立。途上国に技術を伝える技能実習制度に代わり、労働力確保にも目を掲げる。期待が広がる反面、地方では危機感もある。新制度では職場を変える転籍を一定の条件下で認め、賃金の高い都市部への人口流出が懸念されるからだ。廿日市商工会議所などは昨年、市内の事業者に外国人雇用に関するアンケートを実施回答した。73事業者の4割超がすでに外国人を雇用し、2割超が検討しているとした。同商議所はガイドブック作成を進めるなど外国人活用の支援を強化。経営サポート課の安場隆之課長は、住みやすさと働きやすさを兼ね備え、選ばれる地域にならないといけないと構える。働きやすい環境づくりは県内でも広がる。地域間競争の兆しも見える中、現場では外国人の孤立が後を絶たない。支援活動を続ける廿日市市の一般社団法人エイジアンの栗林克之代表理事は、3年前インド出身の50代男性の死に直面した。男性は1999年に来日、関東や関西を転々とした後、同市で持病が悪化したという。栗林さんは、お金がかかるとか仕事をクビになるとか言って通院を嫌がったと悔やむということですが、そうですね、もう記事になったご本人から、誠に印象的な、人でしたね。インド人ですね。だから人数少ないだけにね、我々も文化とかね背景がまず理解をするのにね遅かったな。そして体調を壊された時にね、やっと私携帯を貸してたんで、その携帯の中から彼の家族の連絡先が分かってね、で入院の了解も取ったりいろいろしましたけどね、そして最後県病院の先生のお計らいでね、家族と面談をさせていただいたんですね。それでもやっぱり亡くなった後これからそれを火葬にしていいかどうか、そういうこともね、ご家族に了解を取ってやっぱり灰にして元日貝投げるんでしょうか。だからたくさん欲しいというようなね、いろいろな話を聞きました。たった一人で灰を拾ってですね、お渡ししたんですけどね。でみんなも葬儀に、簡略ながらさせてもらって、みんなで送りました。なんとも言えないですね。もうちょっと
早く情報を知りたかったという悔いがありますね。そうですよね。心がね、はいやっぱり私をもう一つはやっぱり話しづらかったのかな、そこまでね。やっぱりこの記事でもですね、ただでさえ難しい日本語で公的なサービスや医療保険などの情報は外国人にはハードルが非常に高い、そうです。寄り添う市民を求める声は根強い。なのでやはり孤立っていう言葉がですね、やっぱり情報もそうですけど助け合うっていうですね、やはり日本におられる外国の方ってですね、いろいろネットワークもね作りながら助け合うっていうのをされているのでですね、はい、そういうような孤立を防げるための、はい、それに一言だけ言いたいですが、それは住民だけの責任ではないです。役所もね、やっぱりそういったことに不慣れですね。いろんな面でハンディ抱えた外国人のサポートをね、我々はしたいけども、フルネームで言ってくださいと、そうでないとプライバシーだから連絡先教えられないと言われたところもありましたね。じゃああなた言ってくださいと言いたかった。そのようなことがね、いろいろあります。亡くなった後もあります。いろんな面でね、不行き届きですね。その点は大いに反省しなきゃならんなと思ってます。そうですね、外国人も本当に住民なので、ということでですね、もう一つですね記事を紹介したいんですけれど、こちら産経新聞のですね、7月26日の記事なんですけれど、ちょっと読みたいと思います。日本人も外国人も同じ地域住民、全国知事会多文化共生を目指し、基本法や新組織を国へと提言、移民と日本人という記事なんですけれど、全国知事会は23日24日両日に青森市で開いた全国知事会議の中で、外国人施策について基本法の制定や司令塔組織の設置などを国に求める、外国人の受け入れと多文化共生社会実現に向けた提言をまとめた。知事会は24日に出した全議会全体の声明青森宣言でも排他主義を、否定し、多文化共生社会を目指すと宣言したということでですね、前知事もですね、やはりこのままでは大変まずいということでですね、青森宣言という、これ青森宣言またホームページでですね見てもらえば、素晴らしい宣言が出てるんですけれど、実態に即してね、知事市長動いてもらえるような嬉しいですね。ですね。で廿日市もですね多文化共生プランという作ってですね、一元相談窓口というのを去年、私なんですけれど、はい、やっと1年前にですねできましてですね、はい、孤立する外国人はですね情報をなんとか伝えていこうという、なかなかまだまだ難しいんですけれど、やっております。はい、というような、ところですね。はい、それではですね次のコーナーに行きたいと思います。はい、ニュースレター廿日市ブロッサムということで、はい、変わりましてですね、こちらですね廿日市国際交流協会のブロッサムという会報誌から、はい、国際理解とかですね、そういうようなイベントや、特集をお伝えしたいと思います。まず一つはですね表紙にありますベトナム料理講座というのをですね、この前やりました。うちの相談員のですね、愛ちゃん先生のですねベトナム料理講座が6月28日土曜日に廿日市市民中央センターで開催されました。ベトナム料理の牛肉混ぜご飯とベトナムコーヒーの料理教室、そして、ハロンワンなど、彼女の出身の、撮影した文化紹介の動画を視聴しました。楽しく美味しく暑さを忘れる冷たい麺料理に集まった20人の参加者は料理説明から期待で目が輝いていました。で楽しくこうね料理を作ってみんなでベトナムを、楽しみましたというですね、こういう記事です。非常にですね彼女料理もはいですね栗林さんも、はい、料理上手ですしね、話も上手いやうちのね職員ですのでねまだまだですごくですねこういうやっぱりまず料理とか音楽とかですねそういうところから国際理解っていうのが始まるかなというような、私も好きな、コーナーです。とですねもう一つですね廿日市国際交流協会からのお知らせで、こういうふうな実は30周年も国際交流協会続いておりまして、秋フェスというですねセンター、祭りを
開きます。2025年10月5日です。はい、この時はですね、バンブーダンスのステージとかですね、料理、ベトナム料理、タイ料理、フィリピン料理、中国の本場水餃子、日本料理、アメリカンクッキーなどさまざまな、食べ物も出ます。そしてベトナム雑貨とかタイ雑貨の、はい、外国人の方も日本人の方もですね、皆さんみんな遊びに来てくれればと思います。はい、そしてですね、はい、もう一つのお知らせです。こちらはですね、広島市内で行われるワールドフェスタ広島というところですね、2025年ですね、9月21日に日曜日に、東区民文化センターホールで開かれます。こちらにはですね、木本泉さんもですね、出られるということですね。ちょっと、はいはい、少しご説明いただいたら。はい、9月21日に東区民文化センターホールでですね、12時開演ですので、木本泉がですね出場するのは前半の部の2時前、1時半ぐらいからなんですけども、そこでですね木本泉大和ということで、笙とかのですね、古来の楽器を入れたですね曲をですね、演奏しますので、ぜひですねお越し願いたいと思います。はい、木本さん、これは、このワールドフェスタは初めて。はい、初めてです。結構長く続いてる。そうですね。ね、そうですね。今回は尾本さんから紹介されて、はい、はい、初めて参加いたします。ですごくですねバラエティーが、私も実は初めて行くんですけれど、あれですね、インカの祭りの舞踊とかですね、中国舞踊とかですね、あと国際的ですよね。あと日本の尺八とか、カントリーラインダンスとかですね、さまざまなポップスジャズがあったりとかですね、さまざまな団体がこう広島の平和とかですね、交流を歌うっていうようなですね。今回は原爆投下80年ということで、ね、はい、平和を中心に皆さん演奏されるんだと思います。ですね。一言言います。はい、前売り券700円。A さんでも販売してる。お安いですね。700円です。ですね。チケット取り扱いは東区民文化センターですとかですね、各出演団体、等で、扱っております。でちなみにこちらですね、ホームページもイベント特設サイト、私が作ったんですけれどQR コードでですね、あと、こちらのですね、曲もですね、実はですね作らせて、はい、テーマソングですね。テーマソングをお作りになったんですか。はい、この後流れます。嬉しい、本当に聞きたいです。ワールドフェスタということで、明るいですね、80周年ということで、言われましたのがキーワードとしてフェニックスというですね、はい、鳥とフェニックスで不死鳥ですね。はい、やっぱりその広島の灰の中から復活したっていうですね。広島でフェニックスホールとかフェニックスを使うということで、フェニックスっていう言葉を入れてほしいって言われまして、ワールドフェスタテーマソング広島フェニックスのようにという曲を作りました。これから流れるんですか。はい、聞いてもらいたいと思います。はい、フェニックスのように。広島フェニックスのように80年の空を越えてワールドフェスタ広島平和の願い世界に響け広島 like a phoenix。奪われた夢消えた街角、それでも立ち上がる不死鳥のように涙の後に希望を咲かせ、先人たちの誇りを胸に広島フェニックスのように80年の光を抱いてワールドフェスタ広島新しい未来共に描こう広島
島フェニックスのように80年の祈りを乗せてワールドフェスタ広島すべての命に愛を送ろう広島 Like a phoenix 広島 Like a phoenix はい、ワール軽やかドフェスタなはい一役ですね。はい、そうですね、未来の、若い人たちにこれを継いでもらいたいとかですね、そういうこともあって、若い人たちにも聞けたりですね、ぜひどこかの広島のアイドルグループとかが歌ってくれたら嬉しいなとかですね、うん思いながらですね、そうですね合唱子どもたちの合唱コンクールとかですねと思ってで作りました。はい、やっぱりなんかこうあれですね、このワールドフェスタさんもやっぱりホームページに行けばこの動画が流れてですね、あそうですかこの曲が流れるんですけれど、やっぱりなんかこうイベントの曲があるっていうのがですね、うんなんか、ねはいこれ13回目ですからね、はい今から回を増やすごとにですね、毎年毎年毎回ですね毎年このテーマソングが流れるわけでですすね、はい、今年のテーマソング、来年のテーマソング、ちょっと毎回変えていくんですか？全然もう毎回変えても、はいもったいないですよ、これを使って、曲のそのボリュームというか、はいちょっと音を熱くしていってらそうですっしゃるんじゃないねですか。そうとかですね今ちょっとシンプルなので、はいバックがこれにさらに男性のコーラスとかいろんなそうそれとかコーラスが入るとか、ストリングスを入れるとか、そうですね、はい、うんありですね。それこそ管楽器をガーッと入れるとかさすがですね。そゴんな感じでゴージャスに徐々にどん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 増やしてうん歌手も楽器もどんどん増えて、そうそれこそなんかサンポーニャとかいいですケーニャとかが入ったり、あ本当ですねウクレレが入ったりとかするみたいな。今はすごくシンプルなんで、はいそうですね。じゃあ回を増やすごとにグレードアップだんだんグレードアップしていい曲になっていきますね。ですね。でだんだんワールドワイドになってそうですね。チラシにね QR コードをこうねそうですね。これ QR コードありますよね。しっかりホームページ聞けます。見ながらとかこれを例えば英語の曲にするとかスペイン語の曲にするとかそうですね。ですよね。そういうようなこともできますんでですね。いろんな曲で本当にやっぱり何でもすぐできちゃうんですね。AI でですね AI 頑張ってもらえばね。作曲家だから必要ですね。いろんな言葉ではいそうですね。はい。その作詞できるってことですよね。スペイン語だとかドイそうですねツ語だとかフランス語だとか、はい英語だけじゃなくて、すごいですよね。もちろん私曲作った時には、私もスペイン語とか中国語とかいろんな言葉喋れるんですけれど、うちにそういう外国人がいますのでちょっと聞かしてみて、これちょっと不自然じゃないみたいな、この表現はちょっと不自然だけどOK かなみたいなとかですね、とかねちょっとこの曲調はちょっと古すぎるっていうとかね、中国の伝統的な曲とかね、ミャンマーの伝統的な曲とかってやって作ったんですけど、私たち的にはいいんじゃないかなで、どうかなってとかね、ちょっとおじいちゃんっぽいけど平和を使ってるからいいんじゃないかな伝統的にはみたいなね、そんな感じで教えてくれたり、スタッフがねすごいそうですね、いろんな国のスタッフがいますので。すごいすごい。だからやっぱり AI では曲とか歌詞とか作れるんですけど、やっぱり最後はやっぱりその国の人がどう判断いいって言ってくれるか、でその人がもういい、これはいいって言ってきたら、よっしゃーみたいな感じでですね、自信持って流せるとですね、はい、なかなかね奥が深いんですけれどですね。はい、ということでですね、私の担当する時間もいよいよ終わりに近づいてきました。今回お届けした内容を含め、毎月発行する解放誌ブロッサム廿日市はここ FM 廿日市の情報コーナーや各市民センターに置いてあります。どうぞ手に取ってご覧ください。最後にお伝えした内容の申し込みやお問い合わせ先をご案内いたします。廿日市国際交流協会電話 082920-0116、火曜日から土曜日9時から17時となっています。どうぞお問い合わせや皆様のイベントの参加をお待ちしておりますということで、はい、最後はですね、コーナーが The Music from Around the World ということで世界の曲を紹介しているんですが、今回はですね
廿日市国際交流協会のイベントに合わせた記念ソングも作っちゃいました。はい、これをですね、いろんなですねハワイバージョンとかいろんな日本版とかですねいろいろ作ってるんですけれどですね、今回はですねハワイバージョンを作りました。なぜかというと、廿日市市とご存知ですかね、廿日市市とハワイ島が、姉妹はい、姉妹商業姉妹都市ですかね、はい、関係があるので、そこをですね、関連させてちょっとハワイバージョンみたいなのを作ってみたんですけれど、他にもですね例えば曲をですね全部同じ曲で作ったんですよ。でハワイ風にしたりとかフランス風にちょっとフランスっぽい曲で、もちろんフランス語で変えたりとかもできるんですけど、歌詞を変えずにですねいろんな曲を作りまして、それでこのイベントの時にですね皆さんに投票してもらってですねどの曲がいいかっていうのをやろうって考えてまして、そういう投票で1位取ったところにはもうその30周年の曲にして、で来年とかはぜひ皆さんから会員さんからですね歌詞を集めたりとか曲を作ったりとか、歌詞を集めて私は曲を作るとかですね。はい、では始まりました。はい、国際交流協会記念ソング、ハワイバージョンお聴きください。小さな出会いが大きな輪になり、笑顔がつながる世界の仲間たち、言葉を超えて心で語ろう、ブロッサムの世に広がる未来。違いを認め合い歩き出す、手を取り合えばきっと強くなれる。廿日市市国際交流協会、廿日市インターナショナルアソシエーション、桜の花のように咲き誇れ、国際交流で一つになる世界の仲間とブロッサム。遠い国から届いた手紙、優しい気持ちが心に灯る。一緒に笑い一緒に学ぶ、多文化の花が街に咲く。夢を語り合い歩いていこう、未来へ続く希望の道を。廿日市市国際交流協会、廿日市インターナショナルアソシエーション、桜の花のように咲き誇れ、国際交流で一つになる世界の仲間とブロッサム。春の光がみんなを照らす、違いを超えて一つになれる。心のブロッサム、今ここに咲く。廿日市市国際交流協会、廿日市インターナショナルアソシエーション、桜の花のように咲き誇れ、国際交流で一つになる世界の仲間とブロッサム。空舞う街で未来を描こう、ブロッサムの心世界へ届け。